ロシア軍は今のままでは前線を保てないとして、ロシア国内における動員を静かに始めました。大々的に国民全員に呼びかける総動員という形ではなく、ひっそりと目立たないような形での動員を開始しています。これはウクライナの戦場においてロシア軍の疲弊が進んでいることの証拠の一つです。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。前線における状況が少しずつウクライナ軍にとって好転しつつあるということをここまで解説を何度か行ってきました。そのような状況の変化に伴ってロシア国内における対応も変化が始まっています。現在ロシア軍の死傷者数、月当たりで言えば3万人から3万5千人程度、この間において兵士が死傷します。しかも亡くなっている人の割合というものがここ最近はどんどんと上昇し続けています。小型ドローンの大量投入といったものがどんどんと進むことにより、一人一人の兵士に対しての攻撃がよりピンポイントで当たるようになってきているからです。一方でロシア国内における志願兵の募集状況、こちらの方は月当たり2万人から2万5千人程度のこの間である程度推移しています。以前はある程度簡単に人が集まったと言われています。それは地方経済が非常に弱いロシアにおいては平均月収が10万円以下の人たちもたくさんいました。それらの人たちに対して月給30万円以上、40万円以上、そして一時金で何百万円も出しますよというような話をすると、貧しさから一か八かの竹のような感じで志願する人たちも多かったと言われているからです。ただし多くのお金を積んでいくというこのやり方についても地方政府の財政状況が悪化しつつあるということと同時に、お金目当てで志願するような人たちもあらかた募集が一巡したのではないかと言われています。だからこそだんだんと志願兵の数も集まらない状況が始まっていると言われているのです。さて、このような状況を改善しようとするためには兵士をどんどんと集める政策が必要となってきます。ロシアにおいては徴兵が行われ、その徴兵が終わった後には予備役に登録する人たちがたくさんいます。これらの人たちを強引に全員前線送りをするというようなことをすれば、それは政治的にも大きな賭けだと言われています。全国的にそのようなことを発令すれば、それこそ都市住民の人たちも自分たちは関係ないと思っていたのに、いきなり自分たちが兵士として連れて行かれてしまうというような被害意識が猛烈に高まる危険性があるからです。ロシアによるウクライナ侵略、2014年から数えるか、それとも2022年からの本格的な侵略から数えるかは、人それぞれ違いますが、少なくともロシアの都市住民の人たちは自分たちにはこの侵略戦争は全く関係ないという思いを抱いている人が多いと言われています。例えば先日モスクワ周辺にウクライナ軍のドローンが飛来した際には、なんでウクライナはロシアに対してこんな攻撃をするんだ、こんな攻撃やめてくれというような住民の撮影した映像などが拡散しました。これはロシア国内におけるプロパガンダというよりも、実際にモスクワ市民の人はそのような考え方をしている可能性が高いことを示しています。戦争に行くのはロシア国内でも貧しい地方の人たちであり、モスクワやサンクトペテルブルクのような大都市住民にしてみれば自分たちにとっては全然関係ないと考えている人たちが多い可能性を示しているのです。実際に亡くなっている人の割合というものを見ると、少数民族を中心として非常に高い割合で地方の人たちの死傷率が高く、都市住民の人たちはそもそも志願兵として軍に参加していない人が多いと言われています。さて、それでは静かなる動員どのように進めているか。現在のところ国家の政策として動員令が発令されたわけではありません。しかし実質的にそれと似たようなことが起きています。予備役に登録している人たちに対して登録情報といったものを確認するために市町村の徴兵事務所に顔を出してほしいという召喚状がアップされます。徴兵事務所にいざ行くと軍への参加を積極的に勧誘されたり、それだけではなく、もう動員される前提でのいつどこに出頭するかといったような具体的なスケジュールを含めての案内がいきなり突きつけられたりする人なども出ているそうです。全員が全員このまま軍へと投入されるというわけではないものの、動員準備の段階にどんどんと具体的な話が進んでいるということが明らかになっています。こうした予備役の人たちをどんどんと出頭させているということは、もうこの人はさっさと前線送りにしたいなというような人たちに対しては、積極的に声をかけるなど
一次面接というよりは選考の段階が始まっているのかもしれないのです。そうしたこともあって、今、ロシア国内においては動員令の発布に関しての検索数が大幅に上昇していると言われています。ロシアにおける検索、Google に似たようなものとして、ヤンデックスというものがあるのですが、そこでの検索が一気に1ヶ月で4倍にまで到達したというニュースが流れています。それだけ多くの人たちに自分やもしくは家族、知人などの間で軍の徴兵事務所に行った後でもう動員されてしまうような話というのが具体的にどんどんと拡散しているのでしょう。このため、すでにステルス動員が始まったのだというような分析をしている方もおられます。今のところ予備役の人たちを中心としてステルス動員がかかっているようなのですが、今後は予備役に登録していないような人たちに対してもより積極的に戦争に参加することを求められるような政策が始まる可能性はどんどんと高まっています。前線における兵士の犠牲者数が多い、そして今では補充が効かなくなっているということもあり、ステルス動員から大々的な正式な動員が発令されるまでの期間というものが、どんどんと近づいているような状況なのです。一方でロシアの戦費調達というものはどんどんと進めなければなりません。先日プーチン大統領が中国にいて、ロシアの天然ガスをパイプラインでどんどんと売却しようという商談については破談に終わりました。ロシア国内における金策というものもどんどんと行われています。まず第一に貯蔵している金の直接的な売却についても進められていますし、最近では金の採掘会社の保有株式の売却といったものも行われています。ただしこれには大きな問題がありました。それは買い手が現れないことです。現在金価格というものは史上最高値圏にあり、金を取りまくれば、それこそ換金することは十分可能なわけですが、しかしそれでもなおなかなか買い手が現れません。というのも金の採掘というのは常に掘れば掘るほどどんどんと採掘するために必要なコストが上がっていきます。地表でたくさんの量が取れたり、もしくは非常に少ない量の土砂から大量の金が出てくるなんていう場所は今では非常に希少で、非常に深いところまで掘ったりすることがどうしても必要になります。枯れかけの金鉱山といったものもありますし、そうでなくても長年掘っている場所においては、どうしても維持費を含めてコストが高めについてしまいます。ましてやロシア国内における大きな買い手といったものがなかなか現れない状態になっています。もしも世界中でオークションにかければ手を挙げる企業はたくさん出てくるでしょうが、今ではロシア国内における買い手しか入札に応じることができません。どこの企業もそんな投資を行えるような余力がないというのが現在の経済状態なのでしょう。そのため当初はなるべく高く売りつけてやろうとした政府に対して誰も入札に応じないものですから、どんどんと値下がりしているような状況です。こうした金策に走る政策、他にも同様の事例が出ています。財政赤字を埋めるためということで、航空会社の株式についても放出する話が出ています。年間5000万人以上の乗客を運ぶ国営航空会社アエロフロート、株主構成を見ると国が 73.8% の株式を保有しています。この株式をどんどんと売却しようという話が進んでいるのですが、ここでもまた同じようにして誰がこれだけの株を買うのかという問題になっています。これだけの膨大な量を一般株式として市場に全部売却するというのはむちゃくちゃな状況になってしまいますし、誰が筆頭株主になるかも定かではありません。ロシア政府としては当然のようにある程度コントロールの効く企業に大株主になってほしいはずです。しかしそうしたロシア政府の意向を組んで買い取ってくれるような財閥企業が現れないという状況になっています。本来プーチン大統領はこうしたロシア国内におけるオリガルヒと呼ばれるような大企業経営者らとは非常に密接な関係があると言われていますから、どこかが手を挙げても不思議ではない状態です。それがすぐさま決まらないというのも、どこのオリガルヒも余計なお金は出したくないか、この航空会社の未来に非常に危険性を感じている可能性があります。続いてロシア軍のここ最近の行動で、ロシアの軍事ブロガーらがロシア政府への批判を強めています。つい先日、ロシア軍はウクライナの首都キーウに対する大々的な攻撃を実施しました。大型ドローンによる攻撃、巡航ミサイル、そして弾道ミサイルのこの組み合わせです。この攻撃によってショッピングセンターや国立美術館や
政府関係の庁舎なども被害を受けましたし、住宅地にもミサイルが着弾しました。ただ、こうした大々的な攻撃では一つの特徴があります。それは、大型のドローンと巡航ミサイルについては、非常に高い迎撃率を誇っており、攻撃する側が両面で明らかに不利になっているということです。大型のドローンにしても巡航ミサイルにしてもどちらにしても同じですが、距離が長ければ長いほど基本的には大型化して、兵器としての製造コストがどんどんと上がっていきます。ところが、待ち構える方のウクライナ側は、特に迎撃ドローンの技術進化が非常に激しく、コストもどんどんと低下しています。現在のところ、大型ドローンの場合だと、ロシア側の攻撃費用に対して迎撃側のコストは10分の1以下まで収まっていると言われています。ただし、防げない攻撃があります。それが弾道ミサイルです。弾道ミサイルに対する防御策としては、高性能の防空ミサイルといったものが必要となっています。例えばその代表格は、欧米から支援されたパトリオットミサイルです。一発一発のミサイルの価格も高いですし、ウクライナ自身が国産化できないミサイルです。そしてこの攻撃では、ロシア軍の新型ミサイルオレニシュクが使われたという報道が流れています。弾道ミサイルオレニシュクは、ロシア軍からしてみれば最新鋭のミサイルであり、ウクライナが導入している防空兵器では防ぐことができないものだとしています。特に弾頭部において小弾をいくつも搭載していることから、目標上空において分散してしまえば、もはやこれを迎撃するのは不可能に近いとロシア側は表明しています。それだけに軍事的なアピールも含んでいるわけです。ただし、こうした新型ミサイルの導入が決して戦局全体に影響しないといったことが、侵略を支持する人たちから批判の声が上がりました。なぜならば、オレニシュクは一発あたり最低価格でも60億円程度、最高額では120億円程度かかると言われている、非常に高価なミサイルです。そうしたミサイルを使ってショッピングセンターや市場を狙った攻撃というものは、一般人を殺傷する目的でしかなく、それが戦争全体に対して何の寄与もしないのです。ところが、そもそもプーチン政権のゴール設定がどんどんと変わっているのではないかという説が出ています。それは、勝ったことにしてもう戦争を終わらせるべきだというような意見が徐々に台頭しつつあるというのです。それこそプーチン大統領はウクライナの非ナチ化のような、それこそ政治体制そのものについて変えるべきだというような話をしていたわけですが、そうした目標は果たされる見込みは全くありません。さらにはドンバス地域を完全制圧してロシア領だというような主張についても、未だに達成される見込みはゼロの状態が続いています。ですから激しい攻撃をウクライナに少しでも与えて、この辺でやめといてやるわというような、捨て台詞を吐いて、自分たちは戦略的な目標としてウクライナを徹底的に叩くことができたんだから、この辺りでやめてやろうと、自分たちで勝手にやめてしまうというような、そんな方向で話を作ろうとしている、そういった話すら出ています。これは前半部分における動員令が静かに始まっているという話も、もはやウクライナに勝つためではなく、今の前線を保持するために必要な兵力を集めようとしている苦肉の策ではないかと言われているのです。この話を聞いてそんなバカなと思うかもしれませんが、少なくとも前例はあります。例えば2022年におけるロシア軍はウクライナの首都キーウに向けて進軍しました。これは明らかにウクライナの首都を占領し、ウクライナの政治体制を完全に打倒し、属国化を図ろうとする狙いでした。しかしウクライナ軍の反撃にあって首都攻略は失敗し、そして撤退しました。この時も、ある程度海外からの干渉もあり、この辺でやめといてやるわ、みたいな形で撤退し、自分たちにはウクライナの首都を占領する意図はなかったなんていう話すら、自分たちの失敗を覆い隠すために流しているくらいです。そのぐらいのことをやったロシアですから、今回においても自分たちにとって都合のいい形で終わりの物語を作ろうとしている可能性が出ているわけです。ちなみに前回の解説動画において、ロシア派の意見といったものはどこで見ればいいのかというようなことを質問されている方がおられました。これは非常に簡単なやり方なのですが、ウクライナ側の重要人物の発信情報に連なっているコメントといったものを見れば、今、親ロシア派がどのような主張をしているかは非常に手に取るようにわかります。わかりやすい例で言えば、ウクライナのゼレンスキー大統領の公式アカウントでしょ
こうした公式アカウント、ウクライナ側の意見でまさに情報発信がされているので、それらをいかにして傷つけるかということに非常に注力し、そしてロシア側の意見といったものがどんどんと出てきます。そこには使い古されたデマやフェイクニュースが何度となく使い倒されていたり、ロシア側の戦死者数がどんどんと記録的な勢いで伸びているといったような話などをすると、それこそ前回の動画でも述べたように、第二次世界大戦の時と比べればこんなものは大したものじゃないみたいな強がりが書かれていたりもします。こういった話、ウクライナとロシアなんだから、ウクライナのゼレンスキー大統領の公式アカウントにそういった意見が入るのは当然だろうと思うかもしれません。一方で日本国内においても親ロシア派の活動というものは今でもなお結構盛んです。例えば国際政治の専門家の先生などは、特に初期においてはテレビにおいても解説者として招かれ多くの発言をしました。その中でも中立的な意見を言っているにもかかわらず、国際法上の侵略行為であること、またブチャの虐殺などについて明確なこれは戦争犯罪であるといった話などをした先生などにおいては今でもなお誹謗中傷がずっと続いています。中には開示請求を受け誹謗中傷が裁判において結審した後、新聞報道などでどんな職業の人なのかを公表されて職を失った人などもいます。しかしそれでもなお代わる代わる親ロシア派の人たちが誹謗中傷を続けるというこの行動、それ自体は今もなお続いています。これらの人たちは反米をこじらせているタイプや、もしくは反政権をこじらせている人なんかもいて、様々な出自があるわけですが、これらの人たちの意見の根拠を見ると、基本的にはデマやフェイクニュースを専門的に流すような人たちがいて、それらに釣られているような人たちがほとんどです。そしてそのようなデマやフェイクニュースの発信元の人というのは、そもそも別にロシア側からお金をもらっているかもらっていないかとは関係なく、そもそもそれを商売にしている人たちもいます。これは非常に今のいびつなネット社会の縮図でもあるのですが、ある程度の強烈な信者を作ることによってそれだけでビジネスとして成り立つというような構図はあります。しかもより過激でより嘘が強烈であればあるほど人々の関心を引きつけやすいといったような構図もあります。それらのデマやフェイクニュースは基本的にはかなり断定口調で、そして激しい言葉遣いというのが特徴の一つです。その方が分かりやすいというのがあって、その分かりやすさに当てられた人たちが事実はきっとこうなのかなというふうに揺らいでしまうのでしょう。ぜひとも情報は非常に様々なところから取った上で、この人はデマばっかりで、この人フェイクニュースしか言わないんじゃないかみたいな人たちの意見というのは、そもそも最初から参考意見として聞かないぐらいの取捨選択が必要です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。動画を見終わった後は評価ボタンのクリックと、参考になったなという方はスーパーチャットなどもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。